いやー暑い、暑いな、暑い。この暑いのにコロナ対策で換気のために1時間に2回窓を全開にしてください。無理だよ、熱中症になっちゃうよ、どうすんのって思ってるそこのあなた、いい方法あります。はい、こんにちは。電気通信大学の石垣です。コロナ対策でね、自然換気をするために窓を開けてくださいっていうのはしょうがないんですけども、ちょっとさすがに猛暑の中とか真冬の状態でやるっていうのは別の意味でね、熱中症とか別の意味のリスクも出てくるんですよね。でそこでぜひ検討してもらいたいのがこちら、空気清浄機なんです。でこれ別にテレビショッピングやろうって言ってるわけでもなくて、別にこの会社から私お金もらってるわけでもないんですけども、もうこれ感染症対策の切り札と言ってもいいぐらい、そのエアロゾル感染に対するリスクを抑止できるスーパーマンですので、ぜひ皆さん空気清浄機第一選択に考えていただきたいと思います。じゃあどんなにすごいのかちょっと見ていきましょうか。これヘパスフィルターの空気清浄機に実際にですね、スモークマシンを使ってエアロゾルを噴霧している映像ですね。もうぐいぐいとエアロゾル吸ってくれるのが分かると思います。でこの程度のものであればもう100% ですね、99.97 なんですけど、ほとんど 100% エアロゾルを吸着してくれます。ぜひヘパの空気清浄機っていうのを換気のしづらい場所、それから暑くて寒くて窓を閉めざるを得ないような場所で使っていってほしいと思うわけですね。今日2つ目のポイントは空気清浄機の置き方ですね。空気清浄機って大体こういうような形してるのが多いんですけれども、これ例えば保育園の保健室とか、病院の病室で置く場合にですね、どういう置き方したらいいと思いますか。で皆さんかっこいいからね、なんとなくロゴも入ってるし操作パネルもこっちにあるから、なんとなくこっちが正面だと思ってませんかね。これ違うんです、逆です。ちょっと裏見てみましょうか。はい、裏返してみました。これメッシュがあって、見た目ダサいんですけれども、ここが空気取り入れ口なんですね。でこの中開けると、はい、だいたいこういうアコーディオン状に折られたフィルターが入っています。つまりエアロゾルはここから入っていってフィルターに吸着されて、で、吹き出し口から出ていくわけですね、きれいな空気が。というわけでポイントは、空気清浄機の表の顔っていうのはここなんですよ。ここが一番大事なんです。だから排出源ですね、陽性疑いの方、具合の悪い方、寝てる方、エアロゾルを出す可能性のある人の口になるべくこの面が近ければ近いほどいいわけです。だからベッドの横とかに置くんだったら、こっちをぜひ患者さんなり寝てる子の方に近づけておいてください。ではい、これね、熱流体シミュレーションって言いますけれども、ベッドに仰向けに寝ている、陽性者だとしましょう。この患者さんがですね、ゲホゲホってエアロゾルを吐き出したとします。でただちゃんと空気清浄機の空気取り入れ口が患者さん側に向けられて、患者さんの近くにこういうふうに置かれていれば、空気がですねぐるぐるっと回ってくれて、このすぐなるべく早くですね、この取り入れ口の中に取り入れられてくれます。で一回ここを通ればほとんど全て浄化されますので、なるべく迅速に空気清浄機にエアロゾルが取り入れられるようにということで、取り入れ口の向きをちゃんと把握して患者さんの近くに置くようにしましょうね。機種によってはですね、側面から吸うタイプと、それから本当に表側から吸うタイプと、いろいろありますので、指で風を見てもらったらすぐ分かると思います。空気取り入れ口が皆さんの空気清浄機どこにあるかっていうのをまず確認するということ、これがポイントになります。はい、でこれヘパフィルターです。ちょっとここ切断してみました。断面が分かるようにこんな感じですね。でなんでこんな風になってるかっていうと、空気との接触面積を増やすためにジグザグに加工してるわけです。でこの一枚一枚っていうのは、広げると、大きなマスクみたいなもんですよね。マスクって空気通りにくいじゃないですか。だから接触面積をこれだけ広げて風量を確保してるっていうことになりますね。でこのヘパフィルター、今日3つ目のポイントなんですけれども、すごく知っておかないと危ない危険なことがあります。で日本のヘパっていうのは、ちょっと規制が甘いっていうのもあるんですけれども、エレクトレットっていう方式を使ってますね、ほとんどのフィルターが。でこのエレクトレットヘパフィルター、とっても補修効率が良くて、コンパクトで
安くていいんですけども、1個だけ弱点があります。消毒用アルコールで空気清浄機ちょっと表面汚れちゃった、ゲロかかっちゃったとかで掃除する看護師さんとかいるかもしれません。これ絶対ダメです。やめてください。これ実験用ですから今あえてやりますけども、ヘパフィルターにアルコールがつきますとヘパフィルターの性能がですね半分以下になることが実験的に確かめられています。でもっと怖いのが、この性能が半分以下になってですね、それ二度ともう元に戻りませんので、静電気の力で、ミクロン単位のちっちゃな粒子を取ってるんですけども、その静電気が除電されてしまう、ディスチャージされちゃって、もう役目を半分ぐらいしか果たさなくなります。だからもうフィルター捨てて交換するしかなくなりますので、空気清浄機にはアルコールは絶対にかけちゃダメです。はい、あと空気清浄機導入するときに皆さん迷うと思うんですけども、何畳用とか部屋の大きさとかいろいろ書いてありますよね。でこの部屋に一体どのぐらいの空気清浄機を、大きさの空気清浄機を置いたらいいのかってすごい迷うと思うんですね。大きいの高いしちっちゃいの安いんで。で、この時ですね、メーカーが言っている何畳とかっていうのはあんまり気にしなくていいと思います。でそれよりも一番大事なのはですね、風量です。風量、つまり空気取り入れ口から取り入れてほぼ 100% ろ過されて、ここからきれいになって出てくるその風の量ですね。これは立立方メートルです。立米パーアワー、つまり1時間に何立方メートルを除去できるか、ろ過できるかっていう指標で表されます。でこれ必ずカタログとか、あとはその広告とか説明書にももちろん必ず使用のところに書かれてますので、風量を確認してください。で1時間あたりの風量が厚生労働省が推奨しているのは300立米以上です。1分あたりでいうと5立米ですよ。1時間あたりで300立米以上のヘパフィルターを搭載した空気清浄機、これが感染症対策のためにおすすめされているわけです。でこのじゃあ300立米で一体何人ぐらいの部屋に対応できるのかなっていうのが不思議になると思うんですけども、これもちょっと覚えておいてほしいんですが、ビル管理法っていう法律がありますね。でそれによると、1人当たりのですね、換気、その空気を浄化する能力っていうのは、1人当たり1時間あたり30立米ぐらいにしましょうねっていうふうに定まってます。だからこれ一つの指標になると思うんです。空気清浄機も1時間あたりじゃあ300立米だとしたら30で割ってください、その性能を。そうすると10ですよね。300割る30、10ですよね。だいたい10人分ぐらいの能力があるんだなっていうふうに見極められます。で今度は部屋が広かった場合ですね、これコンピューターシミュレーションしているのはですね、シンワテックさんのウイルスガードウォールっていう、1時間に1200立米ですね。だから普通のヘパの空気清浄機の4倍ぐらいの能力があるような、かなり大型の空気清浄機を1台病院の待合室みたいなところで使った時のシミュレーションですね。でこれだけ風量があるものですと、空気の吹き出し口をですね、この壁に向けて置いていただくと壁沿いに空気が上がってくれて、こんな感じで室内を循環して、遠くまで届きやすいなんていうシミュレーション結果も出てます。それから私おすすめなのはサーキュレーターを置いて、さらに空気をかき混ぜるっていうことですね。でサーキュレーター自体は人に当てちゃうと、その人が陽性者だった場合にですね、まき散らされてしまう、エアロゾルがまき散らされるっていうリスクがありますので、人に当てるんではなくて、あくまで空気を遠くの空気清浄機に届かせるというような目的でサーキュレーターを併用していただくと、こんな感じで効率よく空気が回ってくるんですね。これは部屋が大きかった場合の対応策ということになります。これ今この右の男性に送風機の風がもろに当たってますけども、この人が咳をしてエアロゾルを噴出した場合、陽性者だとするとこの風下の女性の方が感染してしまいます。で実際こういう事例私が調査した中でも1件知ってますし、ニュースなんかで見たもので近いもので1件あります。いろんなところで多分起きてるんだと思います。で良い事例がこちらですね。グッドプラクティス、こんな感じなんですよね。これ病院のね屋外の検査場とか靴屋さんの事例ですけれども、人に当てないように、足元とかに置いて、で室内の汚い空気を押し出すような目的でこうやって置いていただく分には良いと思います。
それから先ほどのように空気清浄機の能力を遠くまで届かせるために空気を循環させる目的で使うというのもありだと思います。くれぐれも風下温泉ご注意ください。はい、で最後気をつける点になるんですけども、メーカーさんによってはですね、マーケティング的な手法であれこれ良さそうに見せかけるみたいな売り方を、明らかにしている場合があります。例えばなんですけれども、0.01 ミクロンとか 0.014 ミクロンの、ものすごく小さな粒子を取ることができる、なんかすごいこれは空気清浄機なんです、フィルターなんですっていうような宣伝をよく皆さんも見かけるかもしれません。で、それは嘘じゃないんですよ。嘘じゃないんですけども、なんていうかな、当たり前なんですね。これちょっとグラフ出しますけれども、こんな感じですね。はい。一般的にそのフィルター、ヘパとかの一般的なフィルターで一番取れにくい粒子の大きさっていうのは 0.3 ミクロン前後だって言われてますね。これはいろんな物理現象からそうなるんですけども、逆に言うと、もっと小さいもの 0.1 ミクロン以下とか、ましては 0.01 ミクロンとかですね、ウイルスよりも小さいようなものっていうのは、割と簡単に取れるんです。これは小さければ小さいほど、ブラウン運動って言って勝手に動き回るからですね、繊維に当たって吸着できます。というわけで、こんな小さい微粒子が取れるっていうことは、意味あるかもしれないけど、当たり前のことなんで、それをなんか取り立てて言われても何なのっていう感じです。で一番大事なのはこの 0.3 ミクロン、一番物理的に取りにくい微粒子の補修効率であるわけですね。で先ほどからヘパがいいヘパがいいって言ってますけども、このヘパフィルターっていうのはその 0.3 ミクロンの一番取れにくい粒子系の微粒子に対して 99.97% の補修効率を持っていること、これがJISの法律で定められた規格なわけです。だからこれはすごく説得力があるわけですね。でヘパがいいって言ってますけれども、ヘパじゃないものをヘパであるかのように、僕偽ヘパって言ってるんですけども、かのように偽って売っている会社も実際日本の会社でありますので、これも要注意ですね。で偽ヘパは見分け方はですね、ヘパタイプとか言ってます。でヘパってもうJISの法律で決められた日本産業規格なんで、それと紛らわしいような表現をしちゃいけないと思うんですけれども、これ注意してください。ヘパタイプとかでおかしいなと思ったらメーカーさんに電話して聞くといいと思いますよ。さすがにそこで嘘はつかないと思います。これは本当にJISで言われているヘパですかっていうことを聞いていただいて選んでいただくのが良いかなと思いますね。であとなんとかプラズマとかイオンなんとかとかクラスターがどうしたとかですね、そういう付加価値をつけて売っている空気清浄機はたくさんあると思います。でこれに関しては別に悪いことはないと思います。で匂いとかも取れたりすると思うので、オゾン出したりとかね、別に悪いことはないと思うんですけれども、そのエアロゾル感染抑止の観点からで言ってですね、いわゆる風量が300リューベ毎時の除去能力と比べて、さらにそれを卓越するようなですね、もしくはそれを補完するような能力がなんとかかんとかなんとかプラズマとかクラスターなんとかとかイオンなんとかとか、そういうものにそれだけの能力があるっていう、証拠ですね、証拠を示すような文献っていうのは、今のところ出てきてないです。なので別に実害はないと思うので、それついてるの別に買っていただくのはいいと思うんですけども、過信しないように、それよりも風量を大事にする、それから今日言った向きですよね、それから置く場所、あとアルコールをかけない、でこういう基本を守っていただいて、1人当たり30リューベぐらいのろ過能力のあるヘパの空気清浄機をぜひ導入していただけたら、この夏それから冬も乗り切ってエアロゾル感染対策がバッチリになっていくんではないかなと思います。ぜひ無理をしないようにですね、過剰に窓を開けて、暑い思い寒い思いをして換気をする必要はないと思います。その部分を空気清浄機で補完する。電気代もエアコンと比べたらはるかにかかりませんので、ぜひエアコンと併用してね、空気清浄機を使っていただいたら日本全体の省エネにもなっていくんじゃないかなと思います。